皆さんこんにちは、黒川です。今回は紅葉の御堂筋をテーマに描きました。11月の下旬に西天満の方に用事があり、その帰り道に撮影した写真を元にしたものです。今写っているのは帰り道に実際に現場で軽くスケッチしてきたものです。鉾流し橋から水晶橋方面、それと中之島にある大阪府立中之島図書館を描きました。右手に見えるのが大阪市役所です。その横がイルミネーションされているみたいで、その通り抜けたところが今描いている日本銀行大阪支店前の景色になります。イチョウがとても綺麗に色づいていましたので魅力的に感じました。まずその綺麗なイチョウの一番鮮やかな色から施すことにしました。最初は鮮やかな色、明るい色、遠いところ、広いところ、この4つが最初に色を入れる時の選択肢なんですけども、本当は今塗っている薄い色で塗る空から施せばよかったかなと、描いている時にちょっと後悔しました。3番目に道がとても広いですので、道を大きく、下からグラデーション、上に行くにつれて薄くなるように施しました。左にちょっと筆跡が残ってますけども、もっと勢いよくはみ出すように塗ればよかったなと後悔しました。で、濡れている間にいつも気を利かすという言葉を使ってるんですけども、何か、できないかなと思って、水をこうやって飛ばすことがよくあります。そして、日本銀行の建物はちょっと遠くに見えているので、窓をあまりくっきり描くと露骨になってしまうので、ボケた感じで濡れてる間に窓の暗がりを描きました。右手の方が、梅田に続く、ビル街になっています。大きなビルが、立ち並んでいます。ただあまり目立ってはいけないので、しましまを描いた。あとは上からそれがあまり目立たないようにこうやって、ちょっとごまかして目立たないようにしています。で、空なんですけども、こうやって街をごちゃごちゃと描くときはあんまりブルーで描くことはないです。できるだけ明るい色、もしくは小さなエリアの場合そのままでもいいかなと思うんですけども、今回ちょっと薄すぎたなと思ったので、もうちょっと重ね塗りしました。そしていきなりイチョウの影に入っています。こういう暗い色を塗るときはすごく勇気がいります。勇気がいるんですけども、これを塗らないと明るさが表現できないので思い切って入れています。紅葉も終わりの時期なので、真っ黄色というよりはちょっと枯れたような色も入っていたりするので、それを表現してみています。本来だったらその影の前に入れておくべきなんですけども、この容量の悪さがまだまだ至ってない原因なんだなと自覚はしてるんですけど、なかなか難しいです。この絵は
1時間かけて自宅で描きました。最近はできるだけ短い時間で、描けるようになりたいな。なんかこう絵の中に勢いみたいなのが入ればいいなと思いながら、どの絵も描くようにしています。30分ぐらいで描く、マイスターが、やっぱ日本にも世界にもいますけども、やっぱすごいなと思います。でもこうやって動画を撮って見返してみると、結構容量の悪いことばっかりしているので、やっぱりそこら辺、この容量の悪さ、計画性のなさがその1時間とか、2時間とかかかっている原因だなと思っています。ちょうどこのイチョウは日本銀行の目の前に立っていて、その奥がちょっと暗くなっています。でもホラー穴のように暗くなってもいけないし、黒くなってもいけないので、すごく明暗影といっても奥深いものを感じます。で1回で決めれたらいいんですけど、このように一度塗ったけど暗さが足りないから重ねるということをしています。ここら辺が1回で決めれるようになったら、もっと短時間でその場の感動をかけるんだろうなと思っていますが、まだまだ経験が足りないという感じです。信号待ちの車を塗っています。もう最近、今までは結構アレンジすることを考えてたんですけども、最近はできるだけあまり現実を変えずに描こうと思っています。アレンジするって意外と難しいです。どうしても不自然になったりすることが多いので、あんまりそのまま描くとあまりにもおかしいという時以外は、できるだけ実際の通りに車とかもあったように描くようにしています。今使っているペンは去年の秋にアルバロ・カスタニエトさんが、大阪にワークショップに来た時に、彼が売っていたものを買ったものです。普段木の枝を描くときは、ラファエルの88026の6号を使っているんですけども、これもなかなか含みがよくって、なかなか使えるなと思っています。日本銀行のディティールを描いています。窓を一度描いたにもかかわらず、滲んでしまって結局窓が全部つながってしまったという。なのでもう一回上から、窓らしきものを描き足しています。これもすごく容量の悪さがだなと思っています。典型人物です。私は最初に顔だけ、バーミリオンや、カドミウムレッドライトなどの明るいオレンジで入れておいて、人をどこに入れるかだけ、決めておいて、そのバーミリオンとかが乾いてから、人物の体を入れるようにしています。カップルとかワンちゃんを散歩させている人とかをよく入れます。自分もなんかそんな絵の中に入った気持ちに、させてくれるからです。ここはビジネス街のど真ん中なので、結構暗い服を着たビジネスマンが多いので、そういったことでブルーや黒の、シンプルな服
の人たちも入れてますけど、ちょっと真ん中の人が黒すぎるので後でちょっとエッジをぼかしました。で、人物を入れるときはカバンを持たせるとか、そういう小道具のことも後から考えます。色も賑やかになりますし、とても自然な感じになります。何も持ってない人、何も手に持ってない人が歩いているっていうことの方が意外と珍しいんですけども、結構人物を入れるとなると人物しか描かないっていう、そういう絵となるとそういう、ことが、多発しているので、そういう時はなんかちょっとリュックサックなりハンドバッグなり持たせてはどうでしょうかと教室では提案しています。だいぶ出来上がってきました。あちこちの明暗の調整を全体引きで見てしています。車の中にもその明るいオレンジ色を入れて運転しているだろう人を表現します。すると結構リアリティが出ます。桜ソリッドマーカーというのでちょっと明るさを入れていますが、これはどうかな、効果的かなどうかな、ちょっと考え中です。文房具店で売っている白のボールペンでなんかポールを入れました。出来上がりです。ご覧いただきましてありがとうございました。